今日は豚玉キャベツ焼きを作りました。こんにちは、料理研究家のゆかりです。このチャンネルはいろんな料理のレシピ、そして役立つ情報をご紹介していくチャンネルです。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。はい、ということで今日はですね、豚玉キャベツ焼きを作っていきたいと思います。以前ね、私のチャンネルでキャベツ焼きをご紹介したんですが、今回はね、ちょっと形が変わったお好み焼き風のね、キャベツ焼きを作っていきます。さらにですね、今回はこのキャベツ焼きにぴったりなおろしポン酢だれレシピもご紹介していきます。材料は手軽で作り方もすごく簡単です。ところどころポイントがありますので、ぜひ最後まで楽しんでみてください。それではどうぞ。それではまずはじめにキャベツ焼きの材料をご紹介します。材料はこちらです。キャベツ、豚バラの薄切り肉、とろけるチーズ、卵、片栗粉、紅生姜、鶏ガラスープの素、塩コショウ、そして焼くときにサラダ油を使用していきます。まずキャベツですね。こちら4分の1個で約 200g になります。こちらは目安にしてみてください。そして豚バラ肉ですね。こちらは薄切り肉を使用していきます。このお肉に関しましてはお好みの部位のものを使っていただいて OK です。しゃぶしゃぶ用のお肉だったり、あとはね、切り落とし肉や細切れ肉などでも大丈夫です。そして今回キャベツ焼きの中にとろけるチーズと、あとは紅生姜も入れていきたいと思います。こちらはお好みで入れて作ってみてください。味付けは鶏ガラスープの素で行っていきます。こちらはコンソメだったり、あとはだしの素で代用していただいても OK です。それでは続いて漬けだれの材料をご紹介します。今回はおろしポン酢だれを作っていきます。材料はこちらです。大根、お醤油、お酢、お砂糖、レモン汁、こちらの材料で作っていきます。ポン酢はね、手作りで醤油、お酢、お砂糖、レモン汁で作っていくんですが、面倒な場合は既製品のね、ポン酢を使っていただいても OK です。ということで早速作っていきたいと思います。それではね、作っていきたいと思います。まずはじめにおろしポン酢だれから作っていきたいと思います。大根のね、皮を剥いてください。そして剥いたらですね、おろし器で大根をすりおろしてください。はい、OK です。大根をすりおろした時にこのように出た水分ですね、こちらは軽く切ってください。ちょっと絞るぐらいにしておきましょう。そうするとね、ポン酢も薄まらず美味しく召し上がっていただけます。こんな感じ、手で持てるぐらいですね。このぐらい絞ってください。あとはね、ここに調味料を合わせていきます。まずお醤油、そしてお酢、あとはお砂糖、そしてレモン汁を入れます。これをよく混ぜましょう。砂糖がしっかり溶けるまで混ぜてください。ここにね、もうちょっとパンチを効かせたい時はおろしにんにくやおろし生姜を入れていただくのもおすすめです。あとはね、ごま油を入れていただいても美味しく召し上がっていただけます。お好みでね、アレンジもいろいろしてみてください。これで砂糖が溶ければ OK です。こちらのね、おろしポン酢だれもすごく簡単なので、ぜひ作ってみてください。それでは続いてキャベツを切っていきます。キャベツはね、薄めにスライスしましょう。今回私はね、包丁を使ってね、スライスしてるんですが、こちらスライサーを使ってね、薄切りにしていただいても OK です。できるだけ薄めにね、スライスするようにしてください。切りにくかったらこのように倒して、そして薄く切っていきます。はい、キャベツはね、このようにちょっと細めにね、切ってください。そしたら一度こちらのキャベツを洗いましょう。はい、で水洗いしたらペーパーでね、水分を拭き取ります。できるだけね、拭き取ってください。はい、キャベツの準備はこれで OK です。それでは続いて豚肉ですね。こちら広げて塩コショウでね、軽く下味をつけておきます。こちらね、もうすでに切ってあるね、スライス肉なんですが、もし長いものの場合はこのくらいですね、半分ぐらいに切っていただくといいかなと思います。片面もですね、軽く塩コショウしましょう。豚肉はこのようにね、軽く下味をつけておいてください。そしたらですね、ボウルに卵を割り入れます。そしてこちらをね、軽く溶きほぐします。溶きほぐしたらここに鶏ガラスープの素を加えてください。そしてよく混ぜます。
はい、でこのようにねしっかり混ぜてください。そしたらここにですねキャベツをすべて加えます。あとはここに片栗粉も入れてください。そしてあと紅生姜ですね。そしてとろけるチーズも入れます。そして加えたらよく混ぜましょう。全体をなじませてください。こんな感じでね全体がよく混ざれば OK です。それでは今からこちらを焼いていきます。それではフライパンで焼いていきます。まずフライパンの底に薄くサラダ油を敷いてください。そして全体に伸ばしましょう。伸ばしたらですね、まずはじめにここにね豚肉を敷いていきます。まだ火にかけない状態です。はい、こんな感じでね全体を覆うようにね敷いてください。ちなみに今回はですね直径26センチのフライパンを使ってます。そしたらですね火にかける前にここにキャベツを乗せていきます。そして全体にね広げてください。形を整えます。厚みがね同じくらいになるように広げてください。はい、 OK です。ここまで広げたら火にかけましょう。火にかけたら蓋をします。火加減は弱めの中火ぐらいです。まずこのままだいたい3分から4分ほどですね焼き色がつくまで焼いていきます。はい、今4分ぐらい経ちました。蓋を開けます。いい感じにね美味しそうな匂いが漂ってますね。そしたらね一度焼き色をチェックしてください。これでねいい感じに焼き色がついてれば OK です。ちょっとね周りを整えてこれから裏返していくんですが、直径26センチだと裏返す時にねこのキャベツが崩れてしまう場合があります。なのでこういった蓋やあとはお皿に移してから移動させたいと思います。一旦火を止めます。そしてやけどしないようにねお皿の上に出してください。よいしょ、こんな感じ。そしたらですねこちらもやけどしないようにまたフライパンをかぶせて、そして裏返します。よいしょ。はい、そしたらもう一度火にかけましょう。片面は弱火でだいたい3分ぐらいですね焼き色がつくまで焼いていきます。ひっくり返したら一度ね軽く押さえつけます。はい、今ね3分ほど経ちました。焼き色をチェックします。これでいい感じに焼き色がついてれば OK です。それではお皿に盛り付ける前に切りたいと思います。こちらはねお好みで切ってみてください。今回は6等分に切っていきます。断面はこんな感じでキャベツもたっぷりでチーズがとろけて美味しそうに仕上がってます。それではねお皿に盛り付けたいと思います。はい、これで豚玉キャベツ焼きの完成です。こんな感じに仕上がりました。中身はこんな感じでキャベツたっぷりで美味しそうに仕上がってます。チーズもねとろっととろけた仕上がりになってます。お好みでねおろしポン酢をかけて召し上がってください。これで完成です。それでは早速いただきたいと思います。ではまずこのままいただきたいと思います。いただきます。キャベツたっぷりです。すごく美味しいです。そしてね片栗粉を入れてるのでちょっとねもちっとした食感に仕上がってます。ではおろしポン酢をつけていただきたいと思います。いただきます。美味しい。かなりねさっぱりしてとても美味しい仕上がりになります。このおろしポン酢がすごく合いますね。はい、ということで今日も美味しく仕上がりました。今回の豚玉キャベツ焼きのポイントです。まずキャベツに関しましては少し細めに切るようにしてください。そうするとね生地の馴染みが良くなって火の通りも良くなります。そして今回ですねキャベツ焼きの中にとろけるチーズとあとは紅生姜も加えてます。こちらはお好みで入れてみてください。味付けに関しては今回ね鶏ガラスープの素を加えてるんですが、こちらはお好みでだしの素あるいはコンソメで代用して作っていただいても OK です。そして焼く時のポイントです。まずフライパンを火にかける前に豚肉を全面に並べてください。そうすることでお肉の焼き縮みをね防ぐことができます。そしてフライパンの上にお肉を並べたらその上にキャベツ焼きの具材を全て入れて、そして全体に広げてから火にかけるようにしてください。そして片面焼く時なんですが、片面焼く時は最初蓋をして蒸し焼きしてください。そうすることでね中まできちんと火を通すことができます。そして裏返す時なんですが、フライパンの
蓋またはですねお皿の上に一度移して、そしてやけどしないようにフライパンをかぶせて裏返してみてください。そうするとね形を崩さず裏返すことができます。ただこの時ですねやけどしないようにだけ十分に注意してください。お皿よりもね取っ手がついてる蓋の方がやりやすいと思います。そしてあとはですね片面焼き色がつくまで焼いてみてください。トータルでだいたいね6分から7分ぐらい焼いていただくといいかなと思います。そして今回はですねおろしポン酢だれも一緒に作りました。こちらもすごくねキャベツ焼きに合うのでぜひ合わせて作ってみてください。切り方に関しましては今回6等分にしてますが、お好みで一口サイズに切ってお弁当のおかずにしていただいてもいいかなと思います。材料は手軽で作り方もすごく簡単です。とても美味しいのでぜひ作ってみてください。はい、ということで今日は豚玉キャベツ焼きを作りました。私のチャンネルでは他にもたくさんいろんな動画を配信してます。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。そして Twitter、インスタ、Facebook、TikTok こちらにもいろいろアップしていますので、ぜひいいね、フォロー、シェアしていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。ということで今日はこの辺で終わりたいと思います。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひグッドボタンもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。